こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。現代社会において、私たちは常に多くの課題や問題に直面しています。しかし、あれもこれもと問題をひとまとめにして考えると、頭の中が混乱しやすく、無駄な悩みやストレスが増えてしまいます。そんな時に役立つのが、分解思考という考え方です。観言見識中。小さく分けて考える悩む時間と無駄な頑張りを80%減らす分解思考。亜種は思考や課題を細かく分けて捉えることで効率的かつ的確に問題解決へと導く方法を具体的に解説した一冊です。著者は片綱の現場で分解を活用し的確な判断と成果を生み出してきた時間派。本書ではその経験に基づいたノウハウや時間力を豊富に紹介し、読者が自分自身の生活や仕事の中ですぐに応用できるような時間的な知恵を提供しています。悩む時間や無駄な頑張りを劇的に減らしたい方、多忙な日々の中で生産性や問題解決力を高めたい方に大変おすすめの一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、分解思考の基本原理。本書の難となるのが分解思考の基本原理です。何か問題や課題が発生したとき、そのまま全体を漠然と捉えるのではなく、小さな要素やプロセスに分けて捉え直すことによって、どこに本質的な問題があるのか、どの部分を改善すれば最大の効果があるのかを明確にしていきます。例えば、大きなプロジェクトの喫煙が発生した場合、全体をまとめて解決しようとせず、工程ごとタスクごとに小分けしていきます。すると、遅延の根本原因がごく一部の工程にあることや、些細なボトルネックが全体に影響を及ぼしている場合に気づきやすくなります。この分解のプロセスを行うことで、無駄な悩みやハ効率的な努力から解放され、具体的かつ事件的な解決策を迅速に打ち出すことが可能となるのです。著者は分解思考を身につければ、どんな複雑な問題もシンプルにわかる、動けるようになると説き、その力を徹底的に解説しています。次に、悩みやストレスの軽減方法。人は問題を大きく曖昧に捉えるほど不安を感じ、悩みやストレスが増す傾向があります。本書では、悩みの正体を分解して捉えることで、意味のない悩みや不必要なストレスを根本から制限するノウハウを紹介しています。例えば、仕事が忙しいと感じるとき、それを具体的な業務や時間配分、精神的な負担などに分解します。どの作業が本当に必要なのか、何が自分のキャパシティを超えているのかを明確にすることで、対処すべき問題とかなっておいても良い問題を切り分けられ、精神的な余裕が生まれます。このように悩みを構成要素に分けて分析することで、感情に流されることなく冷静に問題対処が可能となるのです。結果として心の負担が軽くなり、毎日をより快適に過ごせるようになります。さらに、無駄な頑張りを減らす仕組み作り。分解思考による最大のメリットの一つは、無駄な頑張りを減らし、エネルギーを効率よく重要なことに集中する仕組み作りができることです。聴者は、何でも一生懸命やればいいという発想から卒業し、本当にやるべきことにだけリソースを集中させる方法を体系的に説明します。まず、やるべき仕事や課題を細かく分解し、それぞれの重要度や優先順位を把握します。すべてを権力でやるのではなく、本質的なインパクトがある場所にだけ力を注ぐことで、効率的に成果を上げられるようになります。そのための具体的なフレームワークやチェックリストも紹介されており、読者はすぐ私生活や業務に役立てることができます。これにより、燃え続き、セオ行軍や事件の浪費を回避しながら、本当に求める結果を出せる発書き方が身につきます。そして、事件力とケーススタディ、理論だけでなく、実際にどのように分解思考を活用すればよいのかが気になるところ、本書では著者の経験をもとに、ビジネスや日常生活で直面しやすいさまざまな課題を分解思考で解決した事件力やケーススタディが
豊富に紹介されています。例えば、新規事業開発やプロジェクトマネジメント、部下育成、家族間の問題など、幅広いシーンで分解がどのように問題解決につながるかが具体的に描写されています。これらの具体力を通じて読者は抽象的な理論だけでなく、現場まで使える実験力として分解思考を身につけることができるのです。さらに、それぞれの力にはなぜそのアプローチが最適なのかといった著者の考察も添えられており、応用力も読まえます。最後に、分解思考の習慣化と成長への生かし方。分解思考は遺弱遺跡で身につくものではありません。本書の最後では、この思考法案を日の生活や業務にいかに定着させ、自己成長につなげていくかを解説します。著者は毎日のルーチンに分解、要素分析、優先順位付けを組み込むことで、自然と物事を小さく分けて考える力が身につくと提唱しています。また、分解思考は PDCA サイクルや ODA ループなど他のフレームワークとも相性が良く、相乗効果で成長を加速できると説明。自身の強み、弱みの客観的な把握やチームの課題解決理想上にも役立つため、個人だけでなく組織でも活用できる柔軟な思考法です。成長激固のある方や問題解決力を飛躍的に高めたい方にとって、この習慣化のノウハウは強力な武器となるでしょう。結論として、小さく分けて考える、悩む時間と無駄な頑張りを 80% 減らす分解思考は、仕事や家庭、人生のあらゆる場面で漠然とした課題や複雑な悩みに対処する人すべてにおすすめです。特に毎日が忙しく心に余裕が持てないビジネスパーソン、人間関係、自己管理に苦労している社会人、仕事や学業で課題解決力が求められる人にとっては、この書籍は大きな気づきと行動のヒントを与えてくれるでしょう。分解思考の身につけることで、悩みやストレスを減らし、本当にエネルギーを注ぐべきことに集中できるようになります。また、著者独自の現場経験にレロチされた実験的なノウハウは、他の一般的な考え方やタスク管理職の本とは異線を放します。球場の空論にとどまらず、すぐに生活の中で役立てられるアプローチが多く紹介されているため、知ってを終わりではなく、実際に行動を変えられる点も大きな魅力です。曖昧な悩みに振り回される日々を変えたい人、効率的で納得感のある祝詞、暮らしを実現したい人は、ぜひ手に取ってほしい一冊です。類述の中でも、現場主義で再現性の高い解決策が豊富に得られるこの本を選ぶことで、すぐに違いを実感できるはずです。ご資源いただける場合は、観言検疫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。どこの感想をぜひお聞かせください。それではまた。